モーターを使って、しっかりヘリコプターらしく飛べるようにしようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、古代の軽量プラスチックで、細長い箱型の操縦席を作ったら、その上にモーターを一つ取り付けます。その後は、軽量プラスチックとベアリングの軸を組み合わせて、ローターの軸を作りましょう。なるだけ浅い角度にした方が、浮かぶ力が強くなることは分かっているので、こうやってわざと角度を変えたかけらを間に挟んで、微妙な角度にしても、接着した時に水平にならないようにします。何度も接着し直すことで、よし、こんな感じで、かなり浅い角度で貼り付けることができました。だいたい10度くらいでしょうか。これで角度の浅い軸ができたので、ヘリコプターの上についているメインローターの羽を作りましょう。材料は少し焦がして茶色くした草です。こちらを細長く薄切りにしていきましょう。手で切るとうまく切れないことがあるので、こうやって軸とベアリング、タングステンの刃を組み合わせた薄切り装置を作ってたくさん切り出していきましょう。とりあえず32枚切り出したら16枚組み合わせた2枚の羽を作ります。あとはこちらを軸にくっつければメインローターの完成です。早速モーターに取り付けましょう。あとはこのローターを回すために20個のバッテリーをつなげたものを用意して、上のモーターとつなげてスイッチでオンオフできるようにします。よし、仕組みはできたので、スイッチを入れてみると、いい感じの速度で回ってますね。早速固定を解除してみると、やっぱりローターの反作用で操縦席が回転してますね。私が手で持ったまま乗っても制御できないほど強い反作用が発生しています。二重反転ローターにすればこの問題は解決しますが、せっかくなので本物のヘリコプターと同じようにテールローターをつけることでこの反作用を打ち消します。まずはテールローターのモーターに電気を流すための古代の合金の棒を後ろに伸ばしたら、その先にモーターをつけましょう。あとはテールローターの羽ですね。テールローターは大きくしすぎると地面に当たってしまうので、小さめのサイズの草を薄切りにして、たくさん枚数を重ねることでパワーを補います。とりあえず32枚薄切りにした草を16枚ずつ組み合わせて2つの羽を作ったら、メインローターと同じくなるだけ浅い角度で作った軸に取り付けましょう。よし、これでテールローターの完成です。後ろのモーターに取り付けてテールローターを回す用の1本のバッテリーを使った回路を作りましょう。メインローターほどのパワーは必要ありませんからね。こんな感じでスイッチを工夫することで、メインローターと同時にテールローター用の回路にも電気が流れるようにします。よし、いい感じに同時に回ってますね。操縦席と地面との間にペアリングをつけて回転できるようにしているので、地面に固定したまま反作用を打ち消せるか試してみましょう。スイッチを入れると、テールローターの方がパワーが強くて反作用を打ち消しています。もっとメインローターとの距離を近づけてパワーを弱くしてみましょう。そうすると、まだテールローターの方が強いですね。それからも距離を変えたりテールローターの羽を重ねる枚数を減らしたりすることでメインローターとの力のバランスを調整していきました。そして、よし、だいたい釣り合ってきましたね。これくらいなら手で押さえられそうなので、早速このまま乗ってみましょう。ローターを回して固定を解除すると、ダメですね。バランスを崩してしまいます。そこで、下に支える足をつけることで、
ましょう。さらに、手で持てるハンドルを追加することで、支えやすくしてみます。これならどうでしょうか。そうすると、浮かび上がりました。でも、ちょっと浮力が弱いですね。そして、しっかりハンドルを握っているにもかかわらず、くるくる回ってしまって、うまくコントロールできません。もっと浮力を上げて、コントロールできるように、改良していきましょう。まずは、メインローターの羽の枚数を、8枚ずつ追加して、全部で48枚にしました。これなら浮かび上がりやすくなったんじゃないでしょうか。この状態で乗ってみると、さっきよりも強い浮力を感じます。でもその分、反作用も強くなったみたいで、くるくる回ってしまって、コントロールできません。もっとテールローターの羽の枚数を増やして、調整しましょう。これならテールローターの力の方が強いですね。この状態で乗ってみると、ダメですね。テールローターが反作用に負けて、くるくる回ってしまいます。地上でベアリングで繋いでいる時より、風などの影響で、テールローターのパワーが弱くなってしまうみたいです。そこで、テールローターの位置を、できるだけ離すことで、パワーを強くしましょう。さっきより安定している気がしますが、やっぱり反作用に負けてしまっています。試しに運転席をホルスターに固定してみると、さっきより安定してますね。それでも、しばらく飛んでいると、やっぱり回転してしまいました。もっと安定させるために、他の方法を試します。その方法は、こんな感じで、黒く壊した草を薄く切ったものを利用して、ヘリコプターを飾り付けることで、空気抵抗を増して、機体を安定させる方法です。なかなかかっこいいヘリコプターの形になりましたね。乗るときは、前の窓からぬるっと入ります。それでは早速スイッチを入れて、飛んでみましょう。スイッチオン。浮かび上がりました。しかも、結構安定してますね。飾り付けて空気抵抗を上げるのは、正解だったみたいです。そのまま上昇した後、少し前に機体を傾けることで、前に進むことができました。しばらく飛んだら、スイッチをオフにして、着陸してみましょう。スイッチオフ。ちゃんと能力が切れて、下降しています。下は海だったので、着陸というより着水ですね。その後、スイッチをオンにすることで、再び離陸することができました。安定した飛行と着陸ができたので、電動ヘリコプターは完成と言ってもいいんじゃないでしょうか。なんとか完成できてよかったです。今度はカメラの位置を固定して見てみましょう。電動ヘリコプター発進。なかなかかっこいい上昇ですね。太陽が見えるのもいい感じです。そのまま遠くに飛んでいった後、戻ってきましょう。ちょっとふらつくこともありますが、しっかり旋回して、戻ってくることができました。そして、ここでちょうどバッテリー切れです。そのおかげで、少しずつ高度を落として、カメラの前に着陸できました。なかなかいい動きですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。運転席から手を伸ばして、スイッチをオンにすれば、よし、ローターが回って上昇してくれました。ある程度高度が上がったら、前に傾けて前進します。速度もそれなりに出ますし、なかなかいい眺めです。そのまましばらく飛んだら、スイッチを切って着陸しましょう。ちょっとスイッチの場所が後ろすぎるので、操作はしづらいです。そのまま砂漠に着陸すると、蛇口の衝撃でスイッチがオンになって再び上昇しようとしています。なんとか再びスイッチをオフにして動きを止めようとすると、ドローンのレーザーに撃たれて燃えてしまいました。それでは最後はこの電動ヘリコプターに乗って行けるところまで行ってみましょう。
風に流されていますが、しっかり前に傾けて、スピードを出すことで、風を受けて機体が安定してくれます。そのままバッテリーが切れるまで、飛んでいきましょう。そして、ここでバッテリーが切れました。ゆっくり着陸していきましょう。そのまま下降していって、陸地に着陸することができました。なかなか快適な空の旅でしたね。それでは、たくさん空を飛んで、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、電動ヘリコプターさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、